遠くのスーパーまで車で行ったら結局ガソリン代で損しますよっていうのは分かりやすいじゃないですか。ただ、それだけじゃなくて、そのスーパーに行くために、こんにちは。今日はお金の不安がスーッと消える考え方を紹介します。結論から言うと、節約を頑張りすぎないです。お金の不安があると、普通はもっと稼がないととか、仕事を増やさないととか、あるいは節約をもっと頑張らないと、もっともっとっていう考え方をしがちなんですが、そうすると、かえってお金の不安が増大したり、あるいは人生全体のストレスにつながったりするんですね。なぜかというと、節約を頑張りすぎると不満が蔓延するということで、この本の著者はミニマリストの筆子先生という方なんですが、筆子先生にも一時期経済的に余裕がない時期があったと。で、節約を、主に節電を頑張ったそうなんですが、例えば部屋の電気をこまめに消すとか、お風呂やシャワーの温度を下げるみたいな感じで頑張っていたそうで、家族にも厳しくそうするように言ってましたと。ただ、筆子先生の当時の夫は正反対で、電気はつけたらつけっぱなし、で、誰もいない部屋のヒーターやストーブもつきっぱなしみたいな感じだったそうなんですね。で、旦那さんの言い分としては、そもそも照明やストーブの電気代というのは大したものじゃないと。だから、こまめに消しても意味がないというようなことを言ったそうなんですね。で、筆子先生も今思えば自分が黙って消せばよかったのかもしれませんが、ただ、なぜかヒーターだけは夫に直接自分で消してもらわないと気が済みませんでしたと。だから結局、ヒーターを消してよとか、いや消しても意味がないみたいなやり合いで喧嘩になって、で、元々はといえば豊かな暮らしを目指して節約、節電を始めたはずなのに、喧嘩ばっかり増えて楽しくない毎日になってしまいましたと。また、節約が良くない理由の二つ目としては、節約したつもりでトータルとして損していることがあると。目先のことだけを考えて節約をして、トータルで見ると損をすることもありますと。例えば、お買い物。で、チラシを見比べて品物ごとに安いスーパーで買い分けるみたいなことがありますよね。で、具体的に言うと、例えばティッシュペーパーで1セット80円安くで売ってるスーパーを見つけたとする。でも、そのスーパーは普段自分が使っている近いスーパーよりはちょっと遠くにあって、だから遠出してそのスーパーに買いに行ったとする。と、確かにティッシュペーパーだけ見たら80円得してるんですけども、この時同時に次のようなものを損している可能性があります。例えば、新聞を購読するお金とか、毎朝血眼になってチラシをチェックする時間と心のエネルギーとか、遠いスーパーまで行って帰ってくる時間、で、そのスーパーに行くためのガソリン代、新聞を片付ける時間とか、新聞を捨てる時間など、つまりチラシが新聞の朝刊と一緒に折り込みチラシとして入っていることがあるので、新聞と言われてるんですけども。で、今のリストで面白いのが、遠くのスーパーまで車で行ったら結局ガソリン代で損しますよっていうのは分かりやすいじゃないですか。ただ、それだけじゃなくて、そのスーパーに行くために使う時間とか、心理的なエネルギーも損していることに気づいていますかと。時間やお金も問題ですが、一番問題なのは心のエネルギーです。もし特売品のティッシュペーパーが数量限定で、買い逃してしまったら、ものすごいがっかりしますよねと。それそうですよね。わざわざそのために車まで出して遠くまで行ったのに、人気なだけにすぐに売り切れてしまっていて、自分がいた時にはもうなかったってなると、そのがっかり感たるや凄まじいものがあるはずですよね。で、そうなると、お金がない、もっと節約しなきゃという脅迫観念に駆られて、さらにストレスにストレスが重なって気持ちは重くなりますと。次に、節約が良くない理由の3つ目は、節約疲れがリバウンドするということで、いつもキチキチに切り詰めて買い物していると、ある時何かの拍子に揺り戻しが起きて、リバウンドが起こってしまいますよ。爆買いしてしまいますよと。で、これは何も節約に限った話じゃなくて、例えばダイエットや人間関係や仕事や家事など、あらゆるものに切り詰めて我慢してやっていると、リバウンドが起こってしまいますと。買い物については、揺り戻し、リバウンドはセールに遭遇した時に起こりやすいですと。こんなに我慢してるんやから、ちょっとぐらい買ってもいいよねとか、今年はずっとここまで買わない挑戦をしてるんだから、我慢してるんだから、たまにはいいよねという感じで、一旦お金を使い始めると、タガが外れ、次々といらないものを買ってしまいますと。そしてまた明日から節約を頑張ろう。緊縮財政だ。こんな買ってしまったんだから仕方ない。と、倹約の決意を新たにして生活に入るんですけども、無理をしているので、やっぱりしんどい。で、結局リバウンドが起こってしまうという悪循環に入ってしまうんですね。まとめると、人を幸福にするのはお金ではなく、ということで、そもそも私たちがなんで節約をするかと言ったら、お金を貯めるためですよね。で、何のためにお金を貯めるかと言ったら、それで欲しいものを買って幸せになるためですよね。
で、その点で言うと節約の何が一番良くないかっていうと、何に対してであれお金を使うことに罪悪感を抱くことになってしまいますと。節約に熱心になりすぎると自分の幸せより貯金通帳の残高が増えることが大事になってしまいますのですと。で、ここでアメリカで行われた面白い心理学の研究があって、1956年に心理学者のミハイ・チクセント・ミハイ博士が実施した研究なんですが、その1956年にアメリカであなたは幸せですかというアンケート調査をしたんですね。すると、回答のうちの3割の人がとても幸せであると答えたと。そこから60年ほど経った今、同じアンケート調査を行っても、その回答、とても幸せですと答える人の割合っていうのは、どうやら変わらないようなんですね。で、60年も経つとアメリカって60年前と比べると明らかに裕福になっているはずなのに幸せだと答えた人の割合は変わっていないと。つまり、お金を貯めたからといって、お金があるからといってそもそも幸せになれるわけじゃないということですよね。ですので、衣食住が基本的なところで充足していると、幸せの根本的なところにお金はあんまり関与してこないのだということです。じゃあ、私たちを幸せにしてくれるのは何かと言ったら、これもチクセント・ミハイ博士が提案していて、それはフロー状態であると。フロー状態っていうのは、時間も忘れるぐらい物事に没頭することで、そういう没頭する時間をより長く持つ、あるいは没頭できる対象をよりたくさん持てることが幸せのきっかけになるとミハイ博士は言っているそうなんですが、これはともかく節約を極端に頑張りすぎるとかえってお金から遠のいてしまう、そして人生の幸せからも遠のいてしまうというお話をミニマリストの筆子先生のこちらの本より紹介いたしました。最後まで見ていただきありがとうございました。いってらっしゃい。